世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。ヨグマたち早いもので、2022年も、もう間もなく終わろうとしております。年度末のですね、どういうふうな心持ちで迎えたりとか、そして新年より良い年にするためにですね、どういうふうな心持ちでいた方がいいのかとか、やっぱり年度末ってすごく大事な節目となるような時期だと思うんですけども、どのようにお答えされますでしょうか。今年もね、まだ引き続きコロナがね、やはり蔓延していてね、みんなすごく心配してね、不安な気持ちで過ごしていられると思うんですね。それからまた戦争も起きたりしてですね、不安な世の中というか、その助長というかですね、いろいろ苦しいこともあって、私のところに来た人たちは一応みんな瞑想をして祈りをしてっていうことで、いいエネルギーをいただいてね、それでも今までの価値観、いろいろな心配の方に行ったりね、心がせわしなく働くのでね、やはりいい心を使うっていうことをね、さらに年末の区切りとしてね、いろいろ心配のこともあったり嫌なこともあったかもしれないけれども、それは何か気づきをいただいてね、学びをいただいて、成長するために与えられたことなのでね、不平不満を強くして否定的になるのではなくね、やはりいい気持ちでね、この1年頑張ったなっていうことで自分自身ねぎらってね、またいろいろな出会いで嫌なこともうまくいかなかったこともあったかもしれないけれども、ありがとうございましたっていう、こういう一つ一つねちょっと思い出していろいろ学びをいただいて、ありがとうございますっていう気持ちでね、新年すっきりねした気持ちで迎えるのにね、ありがとうございましたっていう気持ちで一つ一つ感謝をしてね、お別れしていくっていうような、そういう気持ちにねなっていただけたらなって。108の除夜の鐘っていうのはありますけれどね、私たちの体にも108個のね、命の働きのね、エネルギーの道があるんですね。エネルギーの道はものすごくたくさんあって、7万2000、インドの哲学でね、そういうヒマラヤ秘境の教えでそういうエネルギーの道があると言われているんですね。そういう中で108っていうエネルギーがね、やはり大切なもので、いろいろなエネルギーがあって、そういうものをね使って生かさせていただいて、お疲れ様っていうことで、その鐘の音とともにですね、清めてね、そして全てねリセットをしてね、新しい年を迎えるっていうね、そういう鐘の響きにね全てを溶かしてね、で音っていうのはね、私たちが最初に例えば雷とかね、ピカッと光るとね、で音がゴロゴロゴロってね、光の方が早く見えるんですけれども、音もねそうやって伝播してね、で私たちの思考っていうのもね、考えも音が集まったものが思考になってるんですね。だから音がいろいろあいうえおかきくけこうとかいろいろありますけれどね、そういう鐘っていうのはその根源のね波動、その波動がね私たちのいろいろな煩悩をね清めてくれるっていうことで、まだ言葉になっていない
思考を超えたそういう音によってね、最後一年の終わりにね、音で締めくくるというかね、でそのもやもや思考のね恨みとか一年間ね恐れたかもしれないしね、なんかやり遂げられなかったことがあったかもしれないしね、なんかこうビジネスがうまくいかなくてすごくね大変だったって人もいるかもしれないし、いろいろあったと思うんですね。そういうものも生きているっていうのは変化をしているのでね、で変化をしてこうガーッと大きな音になるし、大きな思考にも考えにもなるしね、またこう考えがこうね静かになってね静寂になるっていうかね、そういう時っていうかね、いろいろあったなっていうことで一年の締めくくり、感謝で終わっていただけたらなって、それから来年はね是非こうヨグマタにつながってねスピリチュアルの人に生まれ変わらないと、この来年暦がね変わったからって変わるわけじゃないので、何が変わることができるかっていうとね、私たちのその思考をね変えていく、でそれは人間しかできないんですよ。人間ができるっていうことでね、いい思考になっていく。だからそのお手伝いをあなたがすごく聖なる人っていうか愛の人になりね、平和な人になり、こうポジティブな考えができる人になっていくようにね、その応援をしたいなって私は思っておりますのでね、ぜひ来年もね私のこのメッセージを聞いてね、そしてあなたがこう世の中を変えるね一つのこう存在になれるっていうことをね、私たちは尊い存在であるのでね、どんどんこう不安が募ってね、それでコロナがさらに蔓延してとかね、新しい品種が出てとかね、そういうことじゃなくて希望を持って生きていかれるようにね、もう否定的なメッセージばっかこう戦争がいつ起きるのかみたいにねなっていくと不安がものすごい募っていくじゃないですか。だから私はヒマラヤ聖者としてですね、ヒマラヤで修行をして、そして私たち本当に私たち自身っていうものがね素晴らしい存在であるっていうこと、いろいろなものがないと生きていかれない。それでね、それを欲の心でみんな混乱して不安になって、何がないこれがないね、地球がもうすごく疲弊してね不安が募ってるわけですよ。だから皆さんが自分の体からねいい波動が出るようにね、いい考えが出るように、そういう人になっていく道をぜひ歩いていただきたいと願っています。